こんにちは。今回は上級カルトゥームの攻略解説です。クラスはビートパフォーマーで行ってきました。珍しく5人での攻略となりました。それでは見ていきましょう。今回は運搬ギミックがあります。私自身で運搬役をやろうと、B イマジンにプラス5のスプーキーゴートを持っていきました。ビートパフォーマーはスキルのソリッドゲインで、スーパーアーマーを付与できるので活用していきましょう。B イマジンの発動タイミングは、最初のエネミーに接敵したくらいがおすすめです。運搬ギミックは持つときはインタラクトボタンを短く押して、設置場所にセットする際は長押しです。運搬役をやる以上アンチスタミナアウトは持っていきましょう。スタミナがなくなると落としてしまいます。通常時は立ち止まるとスタミナが回復するので、スタミナが切れそうになったら立ち止まってスタミナ回復し、必要分だけスタミナが回復したら再度ダッシュします。扉が開くと月の部屋の坂を登り切ったところで戦えます。坂の下にいるドボルマンたちを誘導してから上に行きます。離れている際などは一度攻撃するなどしてヘイトを取ります。それとそこそこの頻度でドボルマンが坂の下で引っかかり、誰も気がつかずに坂の上で戦うことがあります。ドボルマンが坂の上に来たことを確認してから戦いましょう。特に先行した人はドボルマンから目を離さないのが良いです。ここでミッション情報です。突入条件はレベル70かつバトルスコア5580以上、レベルシンク72です。ドロップ報酬はレベル70のいいマジンが落ちます。風車のいいマジンは落ちません。ゲーム内では記載間違いがありますので勘違い注意です。武器はレベル70グランド特攻持ちの雷武器です。現状で最もレベルが高い武器でのグランド特攻ですので、レベル80武器が来るまで重宝します。ミッションのエネミーはドコルマンを除いて、氷弱点です。耐性は結構ばらけています。ドコルマンだけ非弱点です。推奨武器は氷属性バーンハルト特攻持ちのレベル60武器です。同時実装された調査ミッション、石膏の採石所のドロップ武器ですね。月のバトルエリアは坂の下から降りたところから進めます。月の部屋の右側に壊せる穴があります。その通路先がバトルエリアです。手前側にドコルマンらを誘導して、この短い通路で戦うとまとめて倒せます。ビートパフォーマーをかなり遠くにアンプを受けるため、エネミーの誘導にはアンプを利用すると良いです。道中のエネミーはドコルマンをはじめとして、主に土属性の攻撃をしてきます。土属性バーストされると味方に攻撃で解除してもらうまで、身動きが取れなくなります。誰かが土属性バーストしていたら、その味方に攻撃してバースト状態を解除しましょう。基本的にはみんなで集まって戦うのが定石ですので、孤立している方が悪いというのもあるんですが、スキルで範囲攻撃系がないパターンだと、思ったよりバーストが解除されないこともあります。ドコルマンは HP が高いのでかなり時間がかかりますね。このバトルエリアには2体いるので、どれだけ同時に HP を削れるかが重要です。月はボス戦前の扉を開く運搬ギミックがあります。運搬する人はエネミーの残り HP を見てなるべく、ミニマップ南側のバトルエリアギリギリに待機すると、素早く月の通路に移動できます。アンプから視界が外れて攻撃できてないですね。一度アンプを置き直した方が良かったです。こちらは奥の左側の壊せる先の通路に運搬ギミックがあります。ここにも運搬ギミックを持つとエネミーが追加で湧きます。運搬ギミックの目の前にエネミーがいるので、スーパーアーマーが切れていると、ほぼ確実に運搬を中断されます。仮にスーパーアーマーを自前で持てない人が運搬ギミックをやる場合は、味方と協力してチェーンボーナスで250回チェーンすると、スーパーアーマーが10秒間付与されます。いずれにしても運搬役以外の人は、エネミーを攻撃するなどして、運搬ギミックの補助をするとスムーズに進行できます。運搬役以外の人を頃合いを見てボス戦の前まで来ましょう。ボスは3式機動保障レギオンです。氷弱点、非耐性持ちです。EX/SP パーティーではかなりの脅威でしたね。こちらも上級調査ミッションですので、そこそこボスの中では強力です。バーンハルト特攻が有効ですので、できれば武器でも特攻をつけたいですね。かなり機動力と攻撃力が高いです。非属性攻撃が主体なこともあって、味方に火ダメ軽減系バフや、エネミーによダメ系でバフがついていないと、ダウンすることもあります。その点、ビートパフォーマーはバフが豊富ですので安心です。味方のダメージを増やすよダメアップ系バフもありますので、上級カルトゥームのような比較的難しいミッションでは、バフを主体とするスキル構成が強いです。ゲージマックスの時に、通常攻撃長押しで、ハイスピリット状態に入って、強化されたバフを味方に付与して戦うのが良いです。
今回だと動き回るボスに対してバインドが有効ですので、スキルのバインドロックを活用しています。それと氷やられも移動速度でバフが入ります。移動速度でバフはあまり体感しにくいですね。スキルのクールタイム中は通常攻撃の横派生がダメージを出しやすいです。ハイスピリット状態でないなら下派生もしっかりと挟んでいくのを忘れずにしたいですね。ビートパフォーマーの立ち回りはアンプをエネミーのところに置いて戦い、自分は遠距離クラスの横にくっつきます。これで自分中心から発生するバフも味方に付与できます。マーヘイとの関係上、慣れた人なら遠距離クラスでもほとんど接近して戦うことが多いですね。その場合は自分自身もエネミーと接近して戦います。自分中心の攻撃はアンプよりダメージがかなり低いですが、チェーンを稼ぐこともできるので、誰も遠くに離れていない場合は接近して戦うのをおすすめします。割と説明するのは簡単なんですが、結構どこにアンプを置いているのかわからなくなりがちです。アンプにターゲットのロックオンが吸われて焦ることもたびたび起こります。そのため慣れるうちはいっそのこと近距離で自身とアンプがエネミーに接近して戦うと意外と楽だったりするかも。私はマウスとキーボード操作なのでコントローラー、いわゆるパッドで普段操作をしていません。なので立ち回りやアンプ関連の操作感に個人差がありそうですね。私的にはアンプの視認性とアンプとエネミーに対するロックオンの優先度などを切り替えられるようになると嬉しいなと感じます。実際にプレイしている時のアンプの位置はほとんどが勘で合ってます。口頭では触れていませんが、ボス戦中もわけがわからない場所にアンプを置いている場面がありましたね。まだ慣れるまでには時間がかかりそうです。と話しているうちにボスの HP も残りわずかです。それ忘れてましたがボスの取り巻きは無限脇です。非常に面倒なため、ファインレーンアルファを使うのも有効ですね。だいたいクリアタイムは今回のように長めで残り時間2分くらい、平均だと残り時間3分前後といったところでしょうか。それでは今回はここまでです。ぜひともコメントでミッションの感想などを教えてくださいね。いつもチャンネル登録、高評価、コメント、動画投稿の励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。